刀は伝統を守るため、包丁は生活を守るためやってます。どんな仕事でも死ぬまで勉強。いらっしゃいませ。これがこうなります。包丁の形に。温度が上がってしまえばだいたい900度ちょっとぐらいかな。最初は絵尻を作ります。絵が入るところ。時代の流れで包丁を作らないといけなかったから包丁も作ってるし、刀の技術を生かしてそのまま作ってるから、よその包丁屋さんとはもう作り方がちょっと違うんですよね。30トンです。で、はい、押してます。この形に線を引きます。あとはこの形に切っていきます。メガネがないと、二重にメガネかけんと見えない。これが型なんですよね。で、この線を引いたところを今度はこれで当てて切っていきます。こんな感じですね。
次はですね、この絵に入る部分を叩いて伸ばします。ここですね。まあ元に戻しながら伸ばしてる。これが短いと絵に入れた時にまた抜けやすくもなるので長くもしてるんです。次はプラズマで切った跡がまっすぐでないかグラインダーをある程度かけます。削るやつ。はいよ。次は焼き入れに行きます。火つきますよ今から。鋼が硬くなってない状態だから今は焼き入れっていうのは鋼を硬くする、温度を上げて急に冷やして硬さを入れる。焼き入れをして焼き戻しが終わりました。うちの焼き戻しのやり方でやると切れ味もいいし刃の持ち方も良くなります。この後焼き入れをしたり焼き戻しをしたりして包丁がやはり歪んでますので曲がってますので、それを歪み直しして研ぎの段階に入っていきます。はいよ。今度は研ぎですね。粗研ぎになります。早く研げるようにきれいにこう粗い砥石で。大体普通粗研ぎから、仕上げ砥石というふうになっていきますので、こっちの砥石の方が目が小さいですね。目が小さいと切れ味がスムーズになります。ここがかかってるところです。このちょっと粗いところがあるでしょ。これがさっき粗研ぎしたの残りですね。ここのところをまたこっちの方にきれいに当てていきます。で次は目すきといって、で生と鋼の境をきれいに出します。
この黒いところですね、このずっと2ミリぐらいの黒いところ、これが今研いで鋼が出ているところです。白いところが生ですね。反対はまだかけてないのでそれがわからない。これですね、この黒いところが鋼です。あとは今度は絵をつけます。歪みを直します。ちょっと曲がってるので、それを最終的にきれいにまっすぐします。油です。ちょっと一応錆止めを。包丁もつけて見える。見えます。すげえ。刀は伝統を守るため、包丁は生活を守るためやってます。私たちはもう職人として仕事やってますから、どんな仕事でも死ぬまで勉強。もう少しでもいいのを作りたいからですね。そこに手を届いたと思われた方はそこで止まりますから、ずっと勉強していかないといい作品ができるかできないかはその人のやり方次第で変わってくるからですね。やっぱ切れ味がいいっていうのは一番言われるんですけど、そうですね、自分のこだわりは人の手をまず借りずに自分の作品として1から10まで全部自分で作りたいってとこですね。いらっしゃいませ。ちょっと昨日飲み会あってちょっと明日撮影なんでちょっと今日は早めに帰って言ってたんですけど、ついつい飲みすぎて声がちょっとガラガラよろしくお願いします。まず鋼をその包丁に合わせたサイズに叩き伸ばしてカットして、これは今鋼切って単接材をつけてるところですね。接合材、これで接着剤代わりですかね。中くらいのやつを5本とちっちゃいやつ5本で、今から柔らかい鉄の中に割り込んで鋼を割り込んでいく。うちの一番の本
当にこだわってるところはやっぱり割り込み、昔ながらの割り込みで鋼を入れるっていうところですね。その代わりそれをすることで量産が絶対できないんですよ。元から鋼が入ってるやつをただ叩き広げて作るのは失敗もほとんどないです出ないですし、大体同じものが作れますし、安定はしてるんですけど作ってて面白みが全然ないっていう。なんか自分の作品は自分で作らないとちょっと気が済まないというか、ナイフとか包丁全て刃からただ絵まで全部手作りで作ったやつとか、あとはナイフになると革のケースまで、鍛冶屋と関係ない革のケースまでやっぱ全部自分で手作りでやるんで、基本的には全部なんか自分でやらないと、自分のやり方でやらないと気が済まないというか、なんででしょうね、頑固なんですかねそういう性格なんでしょうね。なんか人の手が加わると最終的に出来上がったのを見た時に、ここちょっと自分だったらこうしてたのになっていうのは絶対出てくるんで。割り込みはこれで完成です。今熱ってなったやつ、多分靴からない、ここが焼けてるんで、この隙間から紐あんまないです。たまに熱いなって思う時あるんですけど、別に我慢できるぐらい。さっきの単成する時の火花でここら辺につく時が熱ってなりますけどね。で次が中子の部分を叩き伸ばして、でそこから刃の部分を広げていく。で次が刃広げます。次がこの中子の部分の成形ですね。次はまた刃の方をもっと広げます。どんどん薄くしていきます。先の方に行くにつれて薄くなるように叩かなきゃいけないんで、結構難しいんですよね。あとはもう焼いてもう一回赤くしてわらばいに突っ込むだけですね。わらばいの中でゆっくり冷やすことで完全に鋼に焼きが入ってない状態になるんですよね。ところは火が当たるところはここら辺が赤い。やっぱ出てるところがこうやって持ってするんで、ここ出てるところがやっぱどうしても熱くなっちゃうんですよね。こっちはないですけど、火見ちゃうんで、ずっと目薬はやっぱささんと。もう今鋼も柔らかいんです。なんでこんだけ叩いても割れることはないです。赤くなるまでは温めないんで。やっぱりお客さんに販売してる以上、その時は今の自分では最高のものを作ってるっていう気持ちで作ってるんで、ただそれをずっとやってるとその上が見えてきたりするんですよね。でその上をまた目指した時に、今度はその上、今のよりもう一段階上のところを安定して作れるように、で常にお客さんには今の自分の中では最高のもの、これでカットするんです。これもきついんですよ。楽じゃないです。
今から成形に入ります。この後焼き入れです。うちで焼き入れするときはこの松炭という炭を100% 使っています。やっぱ火力も安定しててすごく使いやすい。これを塗ることで焼きが入るのを手助けしてくれるというか、暗くしないと焼き入れって本当に刃物に命を吹き込む最後の工程なんで、刃の色が明るいと見えないんですよね。焼いた色がですね。今焼き入れたやつ若干の歪みが出るんで、それを直していきます。次は磨き仕上げの方をやっていきます。さっきのが黒打ち仕上げですね。磨き仕上げも最初は同じです。刃の方だけ研ぎます。ここまでだいたいここで黒打ちが終わりなんですけど、磨きの場合はここからこっちを磨いていきます。こっちに来るに従って薄くなるように。磨きのいいところっていうのは表面磨いてしまうんで凸凹がないので、スムーズに食材への入りがまたさらに良くなるがプラストって言って、研いだところを白くぼかすやつですね。ちょっと多分もう見えにくいですけどね、外から。これはガラスビーズって言ってガラスの粉ですね。あとこれ実用的にかなり重要なんですけど、ここの表面のコーティングは自分でやり直してます。もう長くこのツヤが続くコーティングになってます。これはただの見た目なんですけど、裏にロゴマークを入れたり、始めたのが1888年、明治27年の頃に鍛冶屋を始めたらしい。鍛冶屋としては4代。分業というのはそもそもね、鍛冶屋さんとそれを刃をつける刃付け屋さんとコンダクターみたいな問屋と、それぞれの専門分野で切磋琢磨しようじゃないかと。最後上がった時に自分で上げた包丁を見た時の達成感やったりとかっていうのを見るとやっぱり頑張るぞってなりますね。
株式会社山脇刃物製作所という会社のですね代表取締役をしております山脇義信と申します。うちの会社はだいたいあと2年ぐらいで100年になりますからね。分業というのはそもそもね、鍛冶屋さんとそれを刃をつける刃付け屋さんとそれとあと一部を担うコンダクターみたいな問屋と、この3軒の分業なんですね。で今この工程図見ていただいたら分かりますように、ここからここまでが鍛冶屋さんの仕事。それぞれの分業しておるのは一人で作るより技術が進化するということです。始めたのが1888年っていうから、明治27年の頃に鍛冶屋を始めたらしい。でその以前もなんかやってたみたいやけども、それは記録が残ってない。だから鍛冶屋としては4代。ひいじいさんは包丁だけで、じいさんの頃から刀もやり始めて、じいさんと父とわしは刀の免許を持っている。よその産地は鍛冶屋が全部するよ。鍛冶やって研ぎやって絵つけて完成で鍛冶屋。堺は鍛冶屋はこの状態までしか作れへんから。これで完成ないから。完全分業にした方が質のええのが大量にできたら。高校出てすぐやから34年ぐらいでもまだまだやなって言われるからね。火事場っていうのは神道神社の方でいうとこの神域な神職神主とかと同じここの中で作業してる限りは。黒い皮を落とすんやけどね。これは肩ね。見えるかな。うっすら線があるでしょ。これに合わせて切ると。今やるの腹たたき言って一番表面をきれいにする最初。
今やったのはすり回しって言って周りを整える仕上げで、この後焼き入れになります。はい、すいません、どうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。失礼します。今の問屋さんの山木さん。うちの工程はここまで。今からやっぱ G 上がってきた時にちょっと曲がってるんで、それをある程度まっすぐにしてから手に入れ削っていく作業しますね。まず最初に鍛冶屋さんから、包丁の G という状態で持ってこられて、で包丁本体を研いで、磨いてきれいにさせる作業が僕らの仕事で、その後に絵付けやったり目切りっていう他の職人さんの仕事があります。けど今はこういう感じで、はい。両方から研いでも若干こっち側にこう曲がったりとかこう曲がったりとかあるんですよ。だから研いだ後に何回かここのが今やっぱ向こうの砥石だと粗いんで、それをこの目をきれいに整える的な。中学校ぐらいの時に料理が趣味でその時に料理からちょっと研ぎやったりとか魚おろしたりとかっていうのがきっかけでちょっとずつ包丁触ってって、で高校卒業する時にうちの会社の YouTube 見て、それで一回チャレンジしてみたいなみたいな。今で4年目ですね。やってる時はみたいな難しいみたいな思ってる時もあるんですけど、やっぱ最後上がった時に自分で上げた包丁を見た時の達成感やったりとかっていうのを見るとやっぱり頑張るぞってなりますね。
ヒデさん、はい、じゃあこれお願いします。はい。僕の場合は、これと、あとはもう見てもらう見切り。前から包丁は好きだったんですよ。美容師から始まったんですけど、辞めて工場に行って、でそこから姉がここの会社のテレビで映ってたんで、それでちょっと興味を持って応募したって形ですね。やっぱりその見切りに関してはやっぱりできることが楽しいですね。ちょっとずつできていってるのが地になっていってる形が好きで、絵付けに関してはまあ綺麗に過ぎれたらやっぱり楽しいですし。カメちょっと別の鍛冶屋さんと同じ刃付け屋さん、あるいは、同じ鍛冶屋さんでも別の刃付け屋さん、全部包丁の味が違ってくるんです。食べ物でもそうだと思うんだけれど、同じラーメンのですね、素材でもですね、調味料をどれほど入れるか、どれほど煮炊きするかによって変わってくるようにですね、包丁もそうなんですよ。そういう意味では包丁も生きているというようなことは言えますかね。